マサチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。マサチャンネルのマサです。桜が綺麗ですね。ここはですね、栃木県宇都宮市ですね。宇都宮過ぎたのかな。私がですね、埼玉から本日向かっているところはですね、毎年恒例、福島にいる先輩のお墓参りでございます。29年前。いやー、時が経ちましたね。29年前にですね、不慮のバイク事故で亡くなったですね、僕が大好きだったバイクが上手な先輩、そのですね、お墓参りに毎年行っております。で、ここのところね、大型でパパッと行ってましたけども、今年はですね、かぶちゃんで一生懸命行こうというところでですね、一般道で必死に向かっております。でですね、ここね、国道4号、めちゃめちゃ速いんだわ、流れが。今朝の何時だ ?6 時。速いね。法定速度プラスアルファぐらいで走ってるよね。だけどね、カブちゃんついていけます。で、このクロスカブちゃんはエンデュランスの 124cc のボアアップキットを組んでおりまして、吸気排気は一応それはね、ノーマルが指定されてるんですけども、実際ノーマルが一番速かったんですよ。で、これも実験してるんでね、クロスカブ JA60 の再生リストから探してみていただけますとよくわかるんですけども、ノーマルのマフラーが一番速かったです。で、そのマフラーを組んだ JA、そのマフラーじゃねえや、ノーマルのマフラー、ノーマルの吸気のエンデュランスの 124cc のボアアップキットを組ったこのクロスカブなんですけれども、僕ね、以前もその動画出したことあるんですけども、なんかフロント15丁、16丁、定番カスタムみたいなね。で、それをやったら、いや、もうめっちゃいいみたいな投稿をですね、インスタとか YouTube とかですね、よく見るんですよ。で、僕もね、フロントが16丁、リアが34丁みたいな感じですね。すげえハイギア度で走ってたこともあるの。で、その時はね、やっぱりまだクロスカブ乗りたてで、エンジンがこう、ブワーってこう回ってる感じがちょっとこう、あんまり馴染めなくて、なんか、嫌だったんだよね。こう、なんでこんなにエンジン回ってんのかな、みたいな感じで。で、わざわざね、低い回転にして、16丁とかで。で、走って、ああ、やっぱ16丁が最強だわ、なんて思ってた時ももちろんあります。そんでね、そんなカスタムをした時期を超えて、うわー、満開だな、綺麗だな。で、今はね、フルノーマルに戻しております。で、これもね、なんか、クロスカブ、J4 号の時のね、クロスカブなんですけど、いろいろガチャガチャっていじくってマフラー変えたりなんだりとかやって、で、なんかちょっとこう、嫌になって、戻したわけよ。で、主要なところで言うと、マフラー戻して、フロントスプロケット、リアスプロケットをノーマルに戻しました。で、めっちゃ乗りやすいと。なんでこんな乗りやすいんだろうって思ったわけですよ。で、どっかのね、リアサス組んでたんだわ。で、それも、もういいやと思って取っ払って元に戻したわけ。したらさ、これ、ノーマルのリアサスよくできてんじゃん、みたいな。結局ね、何だったんだろうって。1万ちょいで買えれたんで、当時はね。カスタム的にはなんかリアのサスペンション変わってるよ、みたいな感じだったんだけど、変える意味もねえかなって思ったし、特にその時に一番思ったのが、このギア比の変更なんだよね。で、よくよく考えたら、こんな遅いバイクって言ったらね、乗られてる方には申し訳ないんだけど、だって遅いじゃん。ね、ハンターカブとかに比べたら遅いわけですよ。もちろん排気量小さいし。もちろんその分軽くてね、取り回しは、僕は絶対に取り回しとかはこっちの方が絶対いいと思います。クロスカブ110を選ぶ理由っていうのはすごくあると思うんですけど、タイヤもね、チューブレスだし、シフトインジケーターもついてるしね、非常に素晴らしいバイクだと僕は思うんですけど、でね、この16丁、15丁にからですね、14丁に元に戻して、一番感じたのは、
の加速の鋭さ、それから巡航時のですね、なんていうの、突きの良さっていうんですかね。結局、15丁とかに、16丁とかにすると、こう加速しようと思ったらまたシフトダウンして、一生懸命回さないと加速しないわけで、結局、エンジンのいい回転のところを使っていかないと、まあ、加速もしないわけだわ。パワーがないから。で、フロントスプロケットが1個大きくなるってことは、まあ、リアで言うと、3丁だっけ小さくなったのと同じぐらいの効果があるぐらいハイギア度になるわけですよ。ハイギア度になるってことは加速が遅くなるわけね。で、クロスカブちゃんの問題なのは、ハイギア度になると、まあ、一般的にはですよ、パワーがあれば最高速が伸びるわけですよね。だけどパワーがないから最高速なんて速くならないの。これをね、勘違いしてる人が多いんだわ。まあね、これ分からない人のために分かりやすく言うとね、チャリンコでほら、12345とかギアがついてるやつあるでしょ。でママチャリとかでもさ、3段とかついてるやつあるじゃんね。低中高みたいなね、あるじゃないですか。あれのまあ低で走ると加速はいいですよね、軽いから。その代わり一生懸命漕がないと前進まないわけだ。だけど中とか高とかになるとあまり漕がなくても前に進むんだけど、ペダルがやっぱり重くなるじゃない。でハイギア度にするってことはペダルが重くなるってことなんですよ。回転あまりこう踏まなくても前には進むけど、回転が非常に重くなると。で重くなったらエンジンパワーがないと前に進まないわけよね。要するに重くなるからね。だからこういうふうに普通に走ってる時に、すごい自転車でいうと1段2段みたいな最初のギアで走ってると、すっごいこう足をくる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 回さなきゃいけないわけだから疲れちゃうじゃん。でギアをカチャカチャカチャって4段とか5段とかに持っていくでしょ。そうすると足の回転は遅くなるじゃん。ただ足の回転は遅くなるけどもペダルは重くなると。で重くなるとパワーがないと前に進まない。でそれのちょうどいいところがメーカーが作ってくれてる、フロントが14丁、ギアが37丁だっけ、まあ、これがまあ一番いいっていうことに僕は結論になったんですよね。だって実際そうなんだもん。でフロントに15丁したところで、ハイギア度にしたところで全くもってメリットがないですよ。だってさ、加速は遅くなる、最高速は伸びてない、全然いいことないじゃん。で燃費もね全然良くないんだはずなんでね。これ不思議だよね、燃費が良くならないっていうのね。でもね、本当燃費良くならないみたいなんですよね。ノーマルが一番燃費がいいらしい。だからメリットっていうのはまあほとんどないんですけど、唯一ね、やっぱり僕も16丁とか超ハイギアとかっていうのを乗った結果、唯一のメリットっていうのは、同じ巡航速度でも低い回転数で走れる、なんていうのかな、そのこうエンジンが回ってない感、エンジンが回ってるストレス解消だけですね。ただエンジンがこう分回ってるのを解決したところで速くもなんないし燃費も良くなんないわけよ、別に。でエンジンなんて多少回してあげた方が調子もいいし、だからまあほぼほぼ意味がないと。でも未だに勘違いされてるのが、さっき言ったね、最高速が伸びる、それから燃費が良くなる、もうね大きな間違いです。まさちゃんの動画、速く走らせたくて燃費よく走りたければノーマルのギア比で走れよっていうことですね。ただ加速は遅くなるけど J59 か J59 のカブちゃん、スーパーカブちゃんの方は確かリアスロケットが35丁だったはずなので、クロスカブより2丁小さいんですよ。でまあメーカーがねやってることなので、まあ、JA59 のクロケと同じになるわけだから、そのくらいだったら全然問題ないかなって思いますけどね。で回転数がねバーって高くなっちゃうのが嫌だなっていう方はね、遅くなってもいいんだったら15丁にしても大して変わんねえから、そういう方は僕は16丁おすすめしますね。フロントスプロケット16丁。
そうするとね、かなり変わりますよ。大して変わんないカスタムやっても、あれでしょ、効果感じないでしょ。なので、JA45 クロスカブ、そして JA60 クロスカブと、クロスカブをね、乗り継いできた私のおすすめする駆動系のカスタムは、ノーマルのギア比、これがね、一番キビキビ走ります。最高速も速いです。そしてですね、エンジンがぶち回ってる感じが嫌な方、そしてね、遅くてもいいよという方はですね、フロント16丁をおすすめいたします。そしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。可愛い女の子の YouTube も楽しいでございます。私ももちろん見ております。しかし、兄さんも頑張っております。私はレンタルバイクを結構レンタルして皆様にレビューをお届けしておりますが、1回ね、2万ぐらいかかる非常に高額なレンタル料金となっておりますので、ぜひチャンネル登録にご協力をお願いいたします。どこ曲がるんだこれ、こっちか。というわけで、マサチャンネル、これにて失礼いたします。いい風景だ、田舎だ、最高田舎。